皆さんごきげんよう。美魔女が年齢を重ねる希望と具体策を語るチャンネル、美魔女スタイルです。はじめまして、私国民的美魔女コンテスト第2回ファイナリストの中西久美53カラットですフルート奏者もしております。今日はですね、もう早くも話題になっております40代でやっておかなければという美容法を皆さんにお伝えしていきたいと思います。それではレッツ美魔女。40代でやっておかないと後悔する美容、まずは私なんといっても全身のヘアケアをさせていただきたいと思います。やっぱり50歳を超えてから白髪、うねり、薄毛、パサつき、このですね、もう40悪にですね、もう本当に悩まされております。ということでヘアケアをすごく意識し始めました。ではまずは頭皮ケア、こちらを使っています。ヘッドスパシャンプーなんですけれども、ドクターメディオンの炭酸のシャンプー。まずはもう本当にお湯でしっかりと湯洗いを 1,2 分して、でしっかり水分行き渡ったなっていうところでこちら出てくるんですね。もうね、頭がスーッとしますし、とってもですね、なんかこう毛根のなんかこう汚れが削ぎ落とされるような感じがしますよ。でこうやって縦にして、そして振らないで斜めにもしない、そしてこのもう本当に直径5センチぐらいのなんか泡で十分泡立ちます。でその時にこのS ハート S のスカルプブラシ、このシャンプーをする時にこの頭皮の汚れも一緒に洗い落としてくれるっていうものなんですが、いろんなこのスカルプブラシいろいろあるんですけれども、この S ハート S のブラシがちょっとこの根元の方が固めでしっかりとこの頭皮までいく感じがしてよかったです。そしてようやく出てくるのがシャンプートリートメントなんですけれども、コアミエラプシークシャンプー MS というものなんですけれども、うねりがねすごく収まった気がしますよ。なんかすごくですよ、髪の毛が手触りが柔らかくなったような効果もあるような気がするし、とっても使い心地がいいです。でこのヘッドスパシャンプーをした後にこのコアミのシャンプー、もう本当に少量すごく泡立ちます。びっくりするぐらい。その時もこのスカルプブラシで解くとですね、もう頭にモコ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 と、博士太郎さんか雷神様かみたいな状態になりますよ。だから500円玉でちょうどいいぐらいです。でこちらのシャンプーの方にとっても栄養が入っているそうなので、このシャワーキャップをかぶったまま湯船に浸かって10分ぐらい置くと一番栄養が入っていくそうです。なのでシャンプーの泡パックですね、これが重要です。そしてそれを洗い流した後はコアミのトリートメント、重くなくてとてもこの指通り、そしてブラシ通りがすごくこのなんでしょう、浸透力がとっても上がるようですよ。洗い上がりがもう本当に心地いい。大人の女性にこそ使ってほしいこちらコアミのヘアマスク、そしてヘアシャンプーMS です。でまだ髪の毛が濡れている状態で出てくるのがこちら、電気バリブラシ様です。これは本当にね上がりますよ。50過ぎたあたりぐらいからここの分け目がねすごく、私はなんかすごく薄くなってきたのが悩みだったんですけれども、これを使い続けてちょっとここら辺がなんか薄いふわふわふわ毛が出てきたような感じがします。本当にこのね頭皮のマッサージにもいいですし、ぐーって顔が上がるんですよ。私は電気バリブラシ様がいなければ顔がどこまで落ち込んでいただろうと思います。優秀です。そしてこの電気ブラシをした後に使っているのがこちらロクシタンのスカルプケアのセラムですね。もうこれ2層になってて振って使うんです。私はこのもうワンスポイトほどをまんべんなく
頭の気になっているここら辺にポト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 と、そして揉み込む感じですね。この時に使うのもやっぱりさっきの S ハート S のスカルプケアブラシ大活躍電気針ブラシを使った後だと浸透がいいような気がいたしますね。髪の毛がなんかちょっと太く健康になったような感じです。そしてこちら髪の毛全体に振りかけます。これはですねダブルエンザイムでロングをキープするというですねヘアトリートメント、洗い流さないやつです。ちょっと湿っている髪の毛にこれをしてから乾かすと浸透力いいみたいですよ。乾かすときは私はドライヤーダブル使いです。爆風が命ですね。まずダイソンをこうやって壁掛けにします。そして壁掛けで後ろから爆風でブワーッともう風を当てて、そして前からこちらで狙い撃ちです。前からそして後ろからの風でですね素早く乾かすのも二刀流がおすすめでございます。そして美容院でですね最近私は水素カラーをやっているんですけれども、水素カラーってなんでこんなに手触りが良くなるんだろう。美容院行ったその時は綺麗だけど次の日は残念っていう結果が、水素カラーをしてからは1週間2週間3週間ずっと手触りがいいんですね。なので今私の激推しは水素カラーです。そして全身のヘアケアといたしまして、私はですねアートメイクをしています。眉毛にね白髪が出たりしたんですよ。でやっぱりなんかそこら辺気になって抜いてたりしたらこのまばらになってしまって、なので眉毛アートメイクしてきました。私は韓国のミョンドンにあります静香というところに行っているんですけど、好みの形好みの色すごく丁寧に施術してくれます。もちろん日本語 OK ですし、値段もこのお値段でリタッチ代込みです。なので韓国に行く楽しみ、それにこの眉毛のリタッチも入れているっていうですね、これがあるからすぐに用意が整うようになりました。で私はフルート奏者サックス奏者として活動しているので、今まで口紅が本当に塗れなかったんですけれども、ちょっと最初どうなるのかドキドキでは参りましたが、一回このリップアートメイクをそこで静かでやってみたんですね。そしたらもうすごくいい。もう落ちないリップよりもやっぱりリップアートメイク、もうこれが楽ちん。もうとにかく何を食べてもですね、もうどれだけ喋り倒しても落ちないリップですからね、形も綺麗に整えてくれるのでとってもおすすめですね。そして全身のヘアケア大切なんですけれども、これも皆さんにお伝えしておきたいのが VIO の脱毛です。これはですね、私が旦那さんがですね将来久美ちゃんのお尻は僕が拭いてあげるという言葉を発した途端にですね VIO の脱毛しようと思い立ったわけですよ。 VIO のその脱毛も白髪になるとこの一本一本この抜かないといけなくなるんですね。そうするとかなりの激痛を伴いますので、これは私は早いうちにやっておけばよかったなと思いますね。そして40代でやっておかないと後悔する美容法、1つ目が長くなってしまいましたけれども、この2つ目が行きつけのクリニックを持っておくということですね。もう何でも相談できる、もう頼りがいのある、もうこの人だったらもう信頼できるというですね先生を見つけておくっていうのはとってもいいんではないでしょうか。私はですねもう何十年通ってるかなっていうクリニックがあります。六本松皮膚科っていう、ね、福岡のクリニックなんですけれども、そこで今私が気に入ってやっている施術がたるみに効くサブライムと、そしてそのコラーゲンをですねどんどん出してくれるモチーフ、そしてピーリングしてくれる PQ エイジ。これはですね即効性もあるし持続性もあるし、このやった瞬間に変わったと思えるこの感動を与えてくれるね施術でございます。ハイフとかもねとっても効果が出るんですけれども、ハイフをやるとじわじわ効いてくるんですよ。
でまた2ヶ月後ぐらいが一番この効果が出るって言われているんですが、なんかこう何がこのパッと効いたのかがこうわからない。この即効性を求める50代はですね、このサブライムモチーフ PQ エイジ、こちらこのセットでやってみてください。肌が変わったと思いますよ。なのでこの信頼できる美容クリニック、この病院のですね先生やこの看護師さんたち、カウンセラーの方を身近に持っていくっていうのがすごく大事だと思いますね。そしてそのクリニックで販売されているこのスキンケアなんですけれども、そこにいらっしゃるスタッフの皆さんが本当に肌が綺麗で何をやってるのかっていうのをいつも聞いて教えてもらってます。そうするとやっぱりこのですねエンビロンシリーズの特にこのシークエンスシリーズがとても使い心地がいいということで、私も使い始めて、まず使った時からの1週間で肌が本当に変わったなっていうふうに思います。モイスチャートーナーのこのオレンジ色のこのトーナーがこの皮脂を取ってくれるらしいですね。なのでこのモイスチャートーナーを使った後にこのルーセントフレップローション、これが皮膚をなんか明るくしてくれる作用がある。そしてシークエンスのすごく人気のこちらのトーニングローションをしてから、これがビタミン A がすごく入っているですねシークエンスセラム。今私は2番を使っていますけれども、これがねどんどんこのランクアップしていくにつれビタミン A の濃度が変わってくるそうですね。でこのセラムを塗った後にこのクリーム状の美容液クリームなどを塗っていくんですけれども、そして最後はこの保湿クリームを塗って終わる。で夜使うのはこれ全部やってから20分置いて使うのがバイブランスマスク。これを塗って朝起きるともうなんでしょう、パーンと張りが出ますね。そしてクリニックの施術 PQ エイジなどをして肌をちょっとですね剥いた後とかはですね前後3日間、ちょっと初めての方は前後1週間だと思うんですけど、こういうレチノールとかビタミン A を取り入れない方がいいらしいので、その時はちょっと穏やかなピテラキン SK2 のローションに頼ったりですね、他の製品を使っていますよ。さあそれでは40代でやっておかなければ後悔する美容法、3つ目は深く長い息、腹式呼吸です。これはですね、40代でというふうに区切ったわけではないんですけれども、私は本当体で実践してるんですが、このずっと音楽フルート楽器をやっていてですね、でそれからアナウンサーになってフルートを全く一気に吹かなくなったんですね。そしたら本当にブックブック太り出して、でまた30歳超えたぐらいにフルートを始めたんですけど、そうしたらめくるめく痩せていったんですね。呼吸法がうまくいっていたのかなと。ちょっと長く、そして深い腹式呼吸を意識するだけで体と心が変わるんではないかということで、呼吸法もですねちょっとしっかり深く学んでみたんですけれども、すごい効果があります。腹式呼吸のポイントなんですけれども、どこに息を入れたらいいのかというポイントとしては、お辞儀をするとすごく分かりやすいです。こうやってお辞儀をした状態で深く息を吸ってみます。そうするとすごくですね息が溜まっている部分があるんです。ここに向かってしっかりと息を入れていきましょう。このおへそからだいたい9センチ下ぐらいのところにこの丹田というところがあります。ここに向かって深く息を吸うこと。腹式呼吸は横隔膜をしっかりと動かして内臓を動かしてくれて、この奥深くまで酸素を体に届けてくれますからね。この腹式呼吸、ほんとお金ももちろん一切かかりませんし、24時間続けられるんです。でもうこんなに神のダイエット方法はないと思いますよ。気持ちも整って落ち着きますし、ぜひ皆さん生活に取り入れてみてください。こうやってね腹式呼吸をして夜眠るとスーッとまたいい眠りが得られますよ。タイムレスビューティー。さあいかがでしたでしょうか。私のですね40代でやっておかなければ後悔する美容法、一つは全身のヘアケア、そして2つ目はかかりつけの
先生クリニックを持つということですね。そして3つ目が腹式呼吸で心と体を変えるでございました。これをですねちょっと私も実践してから50代がちょっと明るくなってきましたよ。どうぞ皆さんも一緒に綺麗な毎日を目指しましょう。さあこちらですね、ちょっとでもいいなと思った方はいいねボタンポチッとお願いします。そしてチャンネル登録もぜひぜひお願いします。素敵な美魔女たちがたくさん出てきますよ。また次回もお楽しみに。